皆さん、こんにちは。じゅんです。今日はことわざについてお話しします。知っていることわざ、好きなことわざはありますか？ことわざっていうのは昔から言い伝えられてきた、こういうことに気をつけた方がいいよと教えたり、嫌なこと、辛いことがあっても大丈夫だよと励ましたり、このようなことを簡単な言葉を使って言う言い方のことです。日本には5、6万のことわざがあると言われています。その中には他の国と同じような意味のことわざもありますよ。例えば、隠し事をしようとしても、誰がどこで見たり聞いたりしているかわからないという意味のことわざ。壁に耳あり、障子に目あり。この意味のことわざは世界各国にあります。あとは、Bread is better than the songs of birds. これは日本のことわざで言うと、花より団子ですね。桜の季節、お花見に来ました。桜は美しいけど、桜を見て楽しむよりも団子を食べる方がいい。桜を見て美しいなと感じたり、昔の人もこの同じ桜の木の下でこの桜を見ていたんだな。そしてこんなに美しいのにどうしてすぐ散ってしまうのかという心で感じる美しさよりも、お団子を食べるような現実の利益を選ぶことです。桜が咲く時期は海外からの観光客が増えますね。日本はいつから花見をしているの？いろんな説がありますが、今から約1200年前からと言われています。このように長い長い歴史があるので、桜を使った表現がたくさんあります。ここでちょっと面白い桜を使った言葉をご紹介します。カタカナで書いた桜咲く。桜の花が咲くという意味ではなく、大学受験に合格したという意味があります。反対に、大学受験に失敗したら、不合格の場合は、桜散ると言います。どうして？なんでカタカナなの？これはね、まだ電話もメールもなかった時代、1869年に電報というサービスができました。緊急の時に連絡を取る手段、方法でした。1950年代、遠くに住む家族に大学の合格、不合格を知らせるために、多くの人がこの電報を使いました。このサービスは文字数によって料金が変わります。つまり、短い文字でメッセージを送りたい。安く送りたい。そんな時に、桜咲く、桜散るが広く使われるようになりました。今もこの電報というサービスがあります。昔はカタカナと数字しか使えませんでしたが、今は漢字も使えますよ。ここできっ
と役に立つことわざを5つご紹介しますね。まず1つ目。早起きは三問の徳。早起きは三問の徳。早起きをすると一日が長くなる分、ちょっと得があるということです。朝早く起きれば健康にもいいし、一日を長く使えるから、仕事や勉強が進んだりするので得をするよということ。三文とは昔日本で使われていたお金です。今の価値にすると90円くらいで少しという意味です。わずか三文。決して多くはないけど、早起きは得るものがあるということです。皆さんは早起きは得意ですか？2つ目。人の振り見て我が振り直せ。人の振り見て我が振り直せ。これは私が大切だなって思うことわざ。人の振り見て我が振り直せとは、他人の行動を見て、いいところを見習って、自分も同じようにしてみる。人の悪いところを見たときは、自分はそんな風にしてないかなと気をつけて、直すところがあれば直そうということです。大切なことだと思いませんか？一人一人、みんながこのような気持ちを持っていたら、今よりも素敵な世界になるんじゃないかなという気がします。3つ目。縁の下の力持ち。縁の下の力持ち。人には見えないところで頑張る人のこと。注目されないけど重要なことをする人のこと。私はこの縁の下の力持ちという言葉を聞くと母を思い浮かべます。家族のために毎日バランスの取れた食事を用意してくれて、掃除や洗濯などの家事をして、家族が快適に過ごせるようにしてくれました。母が当たり前のようにしてくれていたことが、今になって実はどれほど大変だったのか気づきました。感謝の気持ちでいっぱいです。今日は大切な人に感謝の言葉を伝えましょう。みんな動画を見てくれてありがとう。お父さん、お母さん、ありがとう。4つ目。情けは人のためならず。情けは人のためならず。人に親切にすればその人のためにもなるし、いつか人にした親切が自分に戻ってくるよということ。自分を助けてくれた人、親切にしてくれた人がもし困っていたら、今度は自分が助けてあげたいって思いますよね。この言葉を言ったのは、昔の5000円札に描かれていた新渡戸稲造さんです。新渡戸さんが作った詩の一部です。情け、親切にすることは他人のためではなく自分自身のため。だから自分が他人にしたいいことは忘れてもいい。でも人からよくしてもらったことは絶対に忘れてはいけないよ
という意味です。最後、5つ目です。親しき中にも礼儀あり。親しき中にも礼儀あり。親しい間柄、例えば家族、仲がいい友達同士でも礼儀を大切にするべきであるという意味のことわざです。仲が良くなって距離が近くなると遠慮がなくなって思ったこと、言いたいことを言っていませんか？相手を不快にさせたり傷つけたりしていませんか？どんなに親しくなったとしても相手への配慮、気配り、心遣いは忘れるべきではないよということです。いかがでしたか？今日はことわざについてお話ししました。皆さんの好きなことわざはありますか？コメント欄で教えてね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。